イエーイこれもね、あのちゃん。はい、こんにちは、瀬戸環奈です。今日も見てくれてありがとうございます。本日は事務所のスタジオで撮らせていただいてます。今回のコーナーはですね、ボディケアについてのコーナーになります。イエーイ。というのもですね、皆さんボディケア夏でもちゃんとしてますか？なかなか冬にしかしてない方多いと思うんですよ。そこで私がおすすめするボディケアちょっと教えようかなと思ってこちら動画させていただいてます。ミシミシ言ってる音はあろうが歩いてる音なんですけど、画角的に入らないのですいません、歩いてるんだなって思ってください。まず普段みんなどこが気になるのかで使ってくるところ変わってくるんですよ。私は日中はしてない時もあるんだけど、ほぼしてないんだけど日焼け止め、夜にやっぱお風呂上がりにケアはちゃんとするようにしてて、日焼けした後とかもちゃんとケアは必要かなと思ってるので、そこをお伝えできればと思ってます。まず最初にこちらですね、アネッサパーフェクト UV スキンケアミルクとラフラ UV ミルク。アネッサは一番強い。だけど、これは洋服についても大丈夫なやつだった気がする。私も使います。みんなで使いましょう。日中使ってない私が言うっていう。使ってるんだけどね。たまに忘れちゃう。で、ボスに怒られちゃう。そんな日もありますね。日焼け、万が一してしまった時は、もうこれしか勝たんです。ネイチャーリパブリックマイルド&モイスチャーアロエジェルですね。こちらです。こちらは保湿美容液ということで、顔にも使えるし、体にも使えます。私はこれは沸騰団からいただいて使ってます。これは全身にも使えるし、日焼けした後って化粧水も化粧品も保湿系重視じゃないやつは絶対しみるじゃないですか。ヒリヒリするんですよ。それがない。これは本当にするといいと思います。日焼けしちゃった後、皮めくれやすい方とかもめくれやすくて、もうすぐペラペラペラってなくなるので、再生能力的には超おすすめです。それでもってここからが重要なアウトバスのケアになるんですけど、まず化粧水からはたきます。私お風呂場で体拭くタイプなんですね。寒いの嫌なので、タオルを中に入れてこう中で拭いて、その拭いたタイミングで化粧水をジャバジャバとつけます。その時に使うのはこのハトムギ化粧水。すっごい使い切りで申し訳ないんですけど、クリームだけだとやっぱ油っぽいヌメヌメする感じが嫌いなんですけど、化粧水はたくとなんか浸透がいい気がして、特にショーツとかインナーで擦れる部分って摩擦多いので、保湿しっかりしてあげた方が後になりにくいし、摩擦の後も軽減できるし、特にバスト、ヒップ、あとかかと、膝とか肘、そこは必須かなと思うので、やってみるのもありかと思います。私クリームは気分で使い分けるので、いい香りを感じたい時、リフレッシュメインの時はこちらですね。もう読めません。レビルジナルグロゼイユドゥスカンジナーブエトマトデュペールの香りらしいです。どこまでが名前かもわからないんですけど、こちらですね。すごいめちゃめちゃ、これも失礼いたしました。どっかへ旅立たれたようなので、こちらで説明させていただきます。ファンの方にこれもいただいたんですけど、すごいいい香りでリフレッシュしたい時に使ってます。付属のポンプがあるんですよ。ちょっとね、蓋が飛んでっちゃったので、台に置かせてもろて。これはね、まずこんな感じで、クリームとしては油分多めなんだけど、香りも強いから人を選ぶんですけど、何しろ伸びがいい。硬くはないし、
結構しっとりするので保湿って感じ。ちょっとの量を広範囲に広げる分には全然ベタつかないです。アローちゃん、アローちゃんなんか機嫌が戻ったみたいでよかったです。お待ちください。こちらイングリッシュペア&フリージアボディクリームということでこちらなんですけど、ちょっとしかね使えてないんだけど、なんか頭皮かで、こっちの方がちょっともうちょい重ためではあるけど、やっぱ人によって香りの好みがありますので、私はあんまこだわりがないからもらったの全然使えるんですけど、触って確かめてほしいんですけど、まだこっちの方がそんなに出ちゃってないというか、やっぱこっちのルーマロンの方がしっとりする代わりにベタベタはあります。ベタつきが。匂い敏感な方いらっしゃいますよね、きっと。そんな方におすすめなのがセタフィルモイスチャライジングローション。こんな感じで、結構そのクリームなんだけどサラッと系なんですよ。私これ好きなのは匂いがね全然ないところと、あとこうやってどんなに塗ってもベタつきが少ない気がする。あるちゃん、おとなしくね。お願いしますよ。これ、その敏感肌にも使えるんだよね。と、乾燥肌、敏感肌さん向け。成分が優しいんですよ。だから、これを見て、肌悩みしてる方はいいはず。で、他にもおすすめなボディクリームって結構あって、この子たちがいるからプラスで買えてないんだけど、おすすめなのは、クリスティーナのボディミルク、ピンクのボディミルクがあって、それがね、めちゃめちゃ過去一番良かった気がする。それこそバストとかデリケートゾーンとかにも使えて、多少匂いがあるにしてもそんなに濃くない元気ですね。今の私のおすすめはこれかなと思います。いろんなところで使えて、いろんな方が使えて、でこれは私めんどくさい日はね、そう顔にも使えるんです。だからもうなんかふわーってやって終わらせる日もある。化粧水やる余力がある日とかはウェーデラホワイトビーボディオイル、ボディ用マッサージオイルになるんですけど、こちらがね、妊婦さんとかが赤ちゃんできてお腹張っててって時にこれのオイルで保湿することで妊娠線とか予防したり、脂肪燃焼じゃないんだけどお腹とかにつきたくないので、部分的にそういう脂肪がつきやすいところ、ついてほしくないところにこれを塗ると結構いいと母上が言ってらっしゃいましたので今使ってます。私が塗ってるところは、お腹と足、特に内もも。一応全身はいいんですけど、バストとヒップには塗らないようにしてます。なんか効果的に。別に塗っても多分いいんだろうけど、そういう予防の成分があるからこそ、ちょっとバストとヒップはクリーム系で保湿して、他のところをこちらで。なので順番的には化粧水、オイル、クリームがいいのかなって思うんですよね。で、クリームは基本的に体のその浸透した水分を蓋をして閉じ込めるっていう役割があるので、なるべくお風呂上がりもそうだけど、すぐ保湿してあげることが大事。で、最近乳液塗るの流行ってるじゃないですか。お風呂前に乳液塗っといて、そうするとお風呂入った時の水分が浸透しやすくなって乾燥しづらいみたいな、あると思うんですけど、別にそれは全然いいと思うんですよ。ただ、結局乳液を塗ってお風呂入って、その取り入れた水分とかいろいろせっかくやったのにそこでクリームを塗らないと結局乾燥しちゃうよね。乾燥したら色が変わってきちゃったりとか、あと痛くなっちゃったりとか、肌もねツルツルじゃなくてカサカサになってきたらやっぱ見た感じで分かってきたりとかあると思うので、やっぱりクリームだけでもせめてやってあげるといいのかなと思います。冬
冬は皆さん保湿するんです。かかと乾燥してきたり、皮脂も乾燥してきたり、肌がカサカサしてきたり。でもカサカサした状態ってもう砂漠なんですよ。肌が砂漠のところにちょっとの水やっても蒸発しちゃうじゃないですか。カッサカサになってからクリーム、別に遅くはないんですよ。効果もあるだろうし。でもそれになる前にケアをしてあげないといけないってなった場合、やっぱり今の夏、春秋、特に季節の変わり目、夏ってじゃあなんでそんなね、なんか汗もかくしそんなことないんじゃないって思う方多いと思うんですけど、サンダル履きますよね。摩擦直で来てますよね。絶対に刺激を受けてるはずなんですよ。だからこそ保湿してそういう再生能力アップさせてあげて、冬に向けて、冬の方が寒さでカピカピになってきちゃうので、そのためにも今からケアしてあげることが大事だと思います。それで気になる部位だけでもいいんです。最初はかかと、膝とか肘とか。ただそこのガサガサの部分だけじゃなくて、摩擦が多いインナーの部分、バストだったりヒップだったりも守って、ついでにね塗ってあげるだけでもいいので、守ってあげるのもすごくそのヒントになったら嬉しいと思います。もちろんなんかパックの余った液とかを体に塗っても全然いいと思うので、とにかく保湿ができたらより皆さんの肌がいい状態になるとは思いますので、ぜひぜひやってみてください。スクラブとかもね、結構お風呂で使ってる方多いと思うんですけど、スクラブとかって結局私ヒップが結構肌荒れしやすいんですけど、肌荒れしてるところにぐしぐし毎日やるっていうのをおすすめしてなくて、基本泡で保湿してあげる。で、あまりにもひどかったら皮膚科へ。スクラブはもう毎日じゃなくていいと思います。週に何回とか決めていただいて、あんまりにも刺激与えすぎると逆に傷つけちゃうので、それだけお気をつけいただいて、私は今スクラブ使えてないので、何かおすすめあったら教えてくださいって感じですかね。そう、蓋が飛んでっちゃったこの子も開いて、クリームだけで言ったらかな、クリームとオイルか、この辺がおすすめで、化粧水使う場合は全然もう何がいいとかはないです。ボディなので消費してもコスト的に痛くないもの使うことをおすすめします。で、時間経った時にね、こう肌滑らせて、なんかあまりにもペットのカバーがくっついちゃうとか、もちもちしすぎちゃってほりくっついてくるとかがないやつぐらいの方がいいのかなと思うので、ご自身の好きなテクスチャーを探してみていただけたらと思います。ってな感じで私のボディケアの紹介とさせていただきます。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントお待ちしておりますので、ぜひお願いします。今日もたくさん見てくれてありがとうございます。ぜひ皆さんの参考になれば幸いです。これからも何卒よろしくお願いします。それではみんなおやすみなさーい。保湿してあげることが大事。もう砂漠なんですよ。肌が砂漠。ヒントになったら嬉しいと思います。何かおすすめあったら教えてください。この辺がおすすめ。おやすみなさーい。